ディスクホイールです。主にタイムトライアルで使われるホイールで、コンマ1秒を縮めるためのパーツです。 TT 競技以外では見たことありません。ディスクホイールで旅ライドをしてる人見たことありません。ヒルクライムしてる人見たことありません。ポータリングしてる人見たことありません。ただですね、このホイールつけてみたい。普通のサイクリストが使ったらどうなるのか気になりませんかってなわけで、島野さんに連絡、すいません、ちょっと使ってみたいんですけど、いいよとりあえず送るから使っとけと言って送っていただきました。はい、島野プロね、パーツブランドでございます。ハンドルからステム、もちろんホイールね、最近はね、島野という名前でホイール作ってると思いますけども、ということで今回はね、とんでもないホイールを送ってきました。はい、いやもう何でもよかったんですよ。本当に何でもいいんで、サンプル品ちょっと送ってもらえませんかと言ったら一番いいやつを送ってくれました。はい、ドヒャーって感じですね。ディスクなんですけども、めちゃくちゃ重量が軽いです。ディスクイコール重いではないです。こちら非常に軽く仕上がってます。そしてハブ、カップ&コーン最高潮といったら何ですか？正解、デュラエース。デュラエースのハブがついております。これもうね、現行品ではないと思うんですが、確かスイスかどっかのメーカーの、カーボンとかねやってるところが作っていて、ここと一緒に作ることで加速感もあり、そして巡航速度もいいという風にね歌っている、とてもよろしいホイールでございます。はい、正直僕の手にめちゃめちゃ余ってます。かつてのチームスカイなんかも使って TT の競技に挑んでいたようなホイールですね。さて、このホイールつけて、平坦、ヒルクライム、ロングライドはあんまりしてないんですけども、1、2ヶ月ちょっとねちゃんと使ってみました。結論を言うと、ディスクホイールはロマンです。とにかくロマンです。タイムトライアル競技以外で僕みたいにね一般ユーザーからするとですね、メリットはほぼないかなと思いました。はい、結論言うと、ただしロマンがやばい、見た目がめちゃくちゃかっこいい、いかつい、他の人とね差別化が圧倒的にできるというところはいいところかなと思います。だって見てください、これやばいでしょ。これはこのバイクで「こんにちは」って言ったらもう周りの人ビビり散らかしますよ。もうこれはやべえやつ来たぞっていうのが一発でわかると思います。それぐらいのインパクトはありますね。さあ、これからは少し細かなところについてお話ししていきます。まずはみんなが気になる平坦ですね。はい、走りながら行きましょう。みんなが期待している平坦、これね、思ったより平坦は速くならなかったです。はい、これはねおそらくね僕のパワー不足だと思います。今35、37出てますけどダメです。こんなんじゃ全然ダメだと思います。最低でも45は欲しいと思いました。ただですね、僕も45以降も飛ばして45以降結構ね飛ばして走ったりも何回かしたんですけど、このホイールの恩恵を得られるレベルになるには少なくとも10秒20秒キープじゃなくて5分10分15分とですねキープし続けることによって普通のホイールよりも数秒数十秒縮められる、そんなようなホイールだと思いました。実際にしっかりとは測ってないんですけども、ガチ踏みしていいスピードまでいったらあとはもう集中、ひたすら集中することによってタイムは縮むのかなと思いました。加速ですね、やっぱりもっさりするのかなって僕も思ってました。なんたってディスクホイールは重いってイメージがあったんで。ただ思ったより加速は鈍くないです。むしろいいかなと思いました。はい、かかりがいいですね。こう踏んだ力がダイレクトにこうグンとね推進力に変わる感じは、多分アレスプの効果もあると思いますけど、かなりありました。
あとですね、やっぱりこのバイクは、このホイールはね、見た目ももちろんですけども、音がやばいです。轟音です。本当に轟音です。周りの人マジでビビります、この音は。なんかもうラチェット音よりもうるさいですあとはこういう何気ないこの信号待ちとかで、立ち止まったシーン、ちょっとバイクを切り替えるときにね、ディスクならではのこのなんていうんですか、音はい、プラシーボ効果でもいいですよ。はい、テンションが上がる、とりあえずテンションが上がる。さあ、上りです。皆さん、上りに関してですけども、良かったです。良かったっていうか、普通でした。はい。忖度なしに言うと、普通です。このホイールがね、かなり軽いディスクホイールだから良かったのかもしれませんけども、ね、もちろんチューブラーなんです。その分軽くなってますし、実際にヒルクライムも何回かしたことありますが、なんかうわもうディスクだから重いわ、全然登れんわっていうのはなかったですね。普通に走れた良かったです。もちろんね、軽量なホイールと比べたらそれは変わるかもしれませんけども、その辺は嬉しい誤算でしたね。はい、あとはいいなと思ったのは、ディスクホイールってやっぱ皆さん重いイメージあるじゃないですか。重いがゆえに言い訳できます。万が一遅れたとしても、大変だったでしょみたいなすごいね、そのホイールで登ったんだみたいな風に言われますし、逆に早ければまた褒められるっていう感じだと思います。はい、逆にこれ平地だったら逆ですけどね、ディスクホイール入ってるのに遅って言われるかもしれませんけども、少なくともヒルクライムでは基本いじめられることはないかなと思います。そんないじめる人はいないと思いますけどね。はい、風ですね。こう風がビューンとこう吹いてきた時に影響結構受けんじゃないかなと思う人いると思います。エアロロードとかさ、太いホイールってハイトが高いやつって風の影響を受けやすいとか言うと思いますけども、僕が検証した結果はリアに関しては問題ないです。全然大丈夫。こう乗るじゃないですか。こうやって乗った時に基本後ろ荷重じゃないですか。サドルに乗っかってて、でペダルでこう踏んでるので、体重、自分の重力っていうのは基本ここからここがメイン。もちろんね、ハンドルにもねある程度荷重してると思いますけども、大部分はこっち側に来てると思いますので、風がブワーンって来たとしてもなんかすげえガーッと持ってかれるみたいなことは一切ないです。体感レベルでは全然なかったですね。数字でなんかすごい空力の実験とかしたら幾分かあるかもしれませんけども、これ逆にフロントに来たらやばいと思います。フロントってそんなに荷重しないじゃないですか。こうやって乗る人ってね、御堂筋くんぐらいしかいないと思うんですけども、重力が少ない分風がシューンって飛んできた時に抑える力がないんですよ。なので結構持ってかれやすいと思います。フロントに万が一ね、このホイールが来たら。なので TT のレースなんかではリアはね、こんなバッキバキのディスクにして、
前はバトンホイールとかもう少しね配当をちょっと抑えめにした仕様が多いんだっていう風に身をもって今回体感することができてよかったです、はい、あとは僕が感じたのは追い風はねいいですね。かなり良い気がします。帆船ってこう風を利用してブーンって進むと思いますけど、あれに近いですね。風の力をフルにこう推進力に変えてくれるような気がします。向かい風に関してはそんな変わんないかな、はい、むしろ速度が落ちることによって普通のホイールよりかは重いので足を引っ張りがちっていうのはあるかもしれませんけども、続きまして乗り心地ですね。はい、これはですねいいか悪いかって言ったら悪い方ですね。突き上げ感かなりあります、はい、もちろん乗り心地っていうのはタイヤとか、空気圧によって変わると思うんですけども、今回の場合はバイクもかなりねカチカチ系のバイクなので、それも相まってですね小さなこう段差ではないですね、小さなこう挙動ですら全部拾っちゃいますね。なので乗り心地はめちゃくちゃいいかっつったら硬いです。かなり硬いです。ただですね硬いっていうのはね好きな人はいると思うんですよ。僕も実はね乗り心地結構硬めのバイクが好きで、なのでこう踏んだ時の力がこうグンと推進力に変わる感じとか、あとはなんていうのかな、スピードをどんどんこう乗せていくなんていうんですかね、力が逃げない感じ、あれはねすごく良かった。なので人によると思いますけども、あんま腰が良くない人はやめた方がいいかもしれないね体に優しいホイールかっつったらそんなことはないですね。はい、よいしょ。そうなので乗り心地に関してですけども、最初タイヤ次第とか空気圧次第っていう風に言おうと思ったけど、チューブラーでしかも TT タイムトライアルっていうことであんまり低すぎてもよろしくない、と思いますので、タイヤ云々よりもやっぱりホイールの影響かなりあると思います。結構突き上げ激しいですね。ブルベとかそういう系のホイールではないと思います。はい、そしてですね、空気どうやって入れるのって思うかもしれません。空気はですねここから入れます。ここにね穴が開いてると思いますけども、ここにバルブがねこうピョコって出てるので、ここから空気を入れるんですが、めちゃくちゃ空気は入れづらいです。はい、例えばねこいつで一回実験してみましょう。そしたら普通のホイールだとですね結構こうグッとなんていうんですかね、何も気にせずに入れられるんですけども、いかんせんここが狭いので入れるのが非常に難しいですね。はい、普通には入れられないです。なんかもうこう当たっちゃって空気抜けちゃうみたいな。なのでもうぐっとこっちに引き寄せてねじ込み式だったらねぐっとこっちに引き寄せてぶっ刺して、もう空気抜けてもいいを覚悟でぶっ刺してこう回していく。バルブが曲がらないように気をつけてね。はい、こんな感じでやるしかないですね。こんな感じで入れると。で抜く時もやっぱりちょっと気使わないと、はい、こんな感じ。空気はちょっと正直入れづらいユーザーに優しいかといったらそういうホイールではないです。はい、パンクしたらねチューブラーなんでも丸ごと交換しなきゃいけないし、空気も結構入れづらいし、尖りすぎてる分デメリットもちょっと目立っちゃうとは思います。コンマ1秒争うホイールなんだなと。もうこんなねそのユーザーに優しいかどうかとかそういうの関係ない。もうねこれは競技用なんですっていうのがねよく分かりました。はい、実際ねこのエアロ効果もどうかと言われたら、このホイールに変えるよりも、例えばですよウェアをもっとエアロなウェアにする。こんなフードとかついたら最悪ですよ。もうピチッとしたエアロなウェアにポジションもこうやって走るよりもこうやってもう超エアロな感じで攻めるみたいな、そういう風に意識を変えた方が多分エアロ効果は高い。はい、尖りすぎてるホイールだからこそちょっとねデメリットもねあれやこれやとね、せっかくシマノが貸してくれたのに好き放題言っちゃいましたけども、このデメリットを覆すほどのロマンがあるんです。このホイールにはロマンがあると思います。僕は最高にかっこいいと思います。ちょっと速くなった気がするとか、プラシーボ効果も
いいんです、それでちょっと速くなる気がする、速くなった気がする、そうやってやる気を奮い立たせてくれるようなホイールだなというふうに思いました。特に一般サイクリスト目線だとね、もう最高のロマンの塊です。これを持って走ってると必ず、ほぼ必ずサイクリストは振り向きます。で、地元の小学生、おばちゃん、おじちゃんも必ず振り向きます、はい、それぐらいやっぱり存在感がすごいし、イベントとか持ってったら多分 100% 声かけられます。それぐらいのやっぱり存在感、ね、インパクトあるのかなと思います。そして見た目だけじゃなくて、先ほども何回も聞かせましたが、音、ダンシングとかするとき、またはねちょっとこう位置をね変える時の音、轟音、この音は本当にねやる気にさせてくれるので、はい、自転車ってさ、乗ってなんぼの乗り物だと思うんですよ。乗るためのモチベーションが人によってはウェア、かっこいいウェアだったりとか、バイクだったりとか、サイコンだったりとか、いろんなものがあると思いますけれども、このホイールがモチベーションでもいいんじゃないですかと俺は思いますし、十分モチベーションになりうるアイテムかなと思いました。はい、ということで今回はですね、このディスクホイールってどうなんっていうのをですね、1、2ヶ月ちょっとがっつり走って検証してみました。はい、なかなかディスクホイールってね、あんま売ってないんですけども、試す機会があったらぜひ試してみてほしいです。テンションが上がると思いますので。では今回の動画は以上です。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。では。